こんにちは。ポッシブル可能性の会の太田です。技術というのは教えることができて初めて習得したものだと考えています。この動画は皆さんのために作っているのもあるんですけども、僕自身の成長のためにも作っています。最後までご視聴よろしくお願いします。今回は菊のアウトラインについて説明していきたいと思います。3年前まで住んでいた札幌時代まではアウトラインという言葉すら知りませんでした。最初にアウトラインとは何かを説明していきたいと思います。アウトラインとはパーツを作る時の外側の線のことを言います。この聖火祭壇でいうとここの部分になります。ちなみに水色で書いている部分のことをインラインと言います。インラインの講習については次回説明したいと思います。聖火祭壇のほとんどがアウトラインとインラインで形成されていることが多いです。この聖火祭壇はインラインがアウトラインに変わっていくデザインになっています。この聖火祭壇のようにアウトラインだけで形成されているデザインもあります。インラインはアウトラインよりも少し難しいので、初心者の人はアウトラインのデザインから勉強していくといいと思います。このデザインのようにアウトラインだけで囲ってしまうデザインもあります。これは少しアウトラインの中でも難しいデザインになっています。次は目線について説明していきます。近くで刺しているととても綺麗に見えていても、後ろに下がった時にラインがずれているということが皆さんも経験があると思います。正しい目線というのがどういうことかを説明していきたいと思います。これは祭壇を横から見た写真になっています。写真だと少し分かりづらいので図面で説明していきます。まず一番大事なのはお客様の目線に合わせるということです。皆さんも先輩などにある程度刺したら後ろから下がって見た方が良いと言われていると思います。それはお客様の目線から見て聖火祭壇が綺麗に見えるかが大事だからです。聖火祭壇を指すときに正しい視線とはこの線上に顔を乗せて指すことです。なので各段の高さによって目線の角度が変わってきます。このピンクの線は祭壇を水平に取った線です。1段目や2段目はほぼ水平なのでそのままの目線で良いのですけれども、4段目になると結構な角度がついてきます。どうしても段に対して水平な目線で見てしまいがちですが、これは間違いです。しっかりとお客様から見た目線の上に顔を乗せるのが正解です。目線よりもかなり高い位置で聖火祭壇を指すときは少し見上げながら指すことが大事です。もともと聖火祭壇が高い位置に設定されている祭壇だったり、逆に低い位置にある祭壇でしたり、今では少なくなりましたが、お寺やご自宅で葬儀をするときに正座という時もあると思います。いつもと違う環境で聖火祭壇を指したときに何かうまくいかないなと思うことがあると思いますが、その時はこれを思い出してみてください。次は菊の面について説明していきたいと思います。同じ菊でも角度によって見え方が全然異なってきます。どこの面を見せたいかがとても大事になってきます。先ほど目線の説明をしたのはこのためです。また菊というのは茎に対してまっすぐ上を向いているわけではありません。なので菊を刺すときは茎をまっすぐ刺すことよりも菊の向きをコントロールしてあげることが大事です。それでは実際にこの聖火祭壇のアウトラインを作るところを見ていただきます。このアウトラインは菊をまっすぐ上に向けた一番面積の広い面を使って作っていきます。なので菊を倒しながら弧を描いていきます。先ほども言いましたが、菊は向きがそれぞれ違います。なので茎の倒れ方は一貫性はありません。
しっかりと菊の面を揃えることを大事にしましょう。実際に完成すると本当に上っ面の面しか見えません。菊の面を揃えることだけに集中しましょう。次はこちらの成果裁断で説明していきたいと思います。アウトラインはこの部分になります。先ほどのデザインと何が違うかというと、折り返しがあるところです。折り返しというのは紫のラインで書いているところですけども、アウトラインが一番端まで行ったところから内側に入っていくところです。ここまでは先ほどと同じように菊の一番上の面を使って刺していきます。ここから何が違うかというと、アウトラインを伸ばした一番端の部分を見てもらいたいと思います。この部分は菊の横の面を使っています。なぜそういった刺し方をしなければいけないかというと、裁断には段差があるからです。段が変わった時の下の段から刺す時は、菊がどうしても長くなってしまい、菊に角度をつけるのがとても難しくなります。段の変わり目の菊は角度をつけないで刺すように心がけましょう。そのためには先ほどの菊を傾けて傾斜を作る作り方ではなく、段差のことを考えて菊の傾斜を少なくしながら弧を描いていく刺し方が必要になってきます。こういうように刺し方を使い分けることで折り返し地点もスムーズに作れると思います。この部分に関しては菊のほぼ真上の部分の面を多く使っていますが、この中間地点になると菊のほぼ左半分の上の面しか使っていません。この位置になると菊の左の4分の1ぐらいしか使っていません。次にこの下の部分のラインについて説明していきます。この印の部分の菊の見せ方は菊の額の部分の白いところです。菊の見せる面の移り変わりはこのようになっています。菊のデザインによって菊の見せる面が変わってくるというのがこういうことです。だいぶ難しいことを言ってしまっているので図を持って説明していきたいと思います。この成果裁断は図面でいうところの左上の4分の1で作っています。この成果裁断のパーツも同じように円の左の上4分の1を使っています。こちらの成果裁断だと円の左側半分を使っている形になっています。自分が作っている菊のラインが図面のどの部分を指しているかを理解することで、菊の見せたい面というものが分かってくると思います。先ほどこのデザインは難しいですよと言ったんですけども、こういうように囲い込むデザインは円のすべてを使う形になっています。ということは菊の使う面の移り変わりが最も多いということです。自分が指している部分が菊のどこの面を使って指すのが正しいかを把握しながら作ることが大事です。最初に説明をした菊の上の面を使ったこの描き方は、アウトラインが図面の半分よりも上で終わっているときは良いのですけども、段差があるときや折り返し地点を作るときは物理的には不可能な刺し方になってしまいます。ただ個人的には菊の上の面を揃えて作ったこの方が滑らかに作れるので、僕はデザインによって使い分けるようにしています。もちろん僕がやっている菊の刺し方が全てではありません。自分なりに菊の見せ方の定義を作っていくことが大事だと思います。次回はインラインについて説明していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。